来へ続く階段をよーいスタート。幾世代もかけて走り継ぐもう早く試合したい。今ね5年間来陣が続いてきていて、その中でのやっぱり女子の集大成じゃないかなっていうのはすごく感じてるんです。浜崎選手の強さっていうのは変わらずあると思うので、朝倉選手が今日どれだけ覚悟据えて上がってきて本気で倒しに行くかっていうところがキーポイントにもなってくると思うし、今日はちょっとそれが見れるんじゃないかなっていう楽しみがすごくありますね昨日は寝れませんでしたはい、もう何回もイメージしましたね。自分が勝って手を挙げてるところ。浜崎選手のことはもうビデオを何回も見て癖とか徹底的にこう研究してギリギリの試合で、ギリギリの判定で勝ちを狙っていきます。はい。なんかありますよね。多分考えてると思う。あれかも考えるか。タイトルマッチを行います。朝倉環奈。何を言われようとも全ては今日決まる。チャレンジャー朝倉環奈。浜崎彩防衛に挑む最強チャンピオン浜崎彩香。両者の対決、絶対王朝が続いていくのか、新時代到来か。さあ注目の第1ラウンド女子のタイトルマッチです。スーパート級ノープランだったんですけど、正直その時の思いつきで動こうと思って。黄色が挑戦者朝倉環奈、サウスポーサイド。さあパンチを放っていく。チャンピオン浜崎左組パンチの応酬。さあここも食いついていく。ただ環奈おお、待っていく。もうここは打撃戦。手が食らっていった。そしてテイクダウンか。あんだけ言っといて見せる試合しなきゃとか、なんか多分なんかそういうの色気づいたというか、どっちから言ってると思う。疲れますよねそりゃ。初めの2分半は浜崎選手は動くんで強いんで、そこはある程度やられるぞと。でもそこはしっかりしのげと。後半絶対2ラウンド3ラウンドは取り返すっていうのが分かったので、今度は腰を持って持ち上げた。ただ立ち上がる、すぐ立ち上がる。朝倉選手はね結構試合最初から最後までねテンポ変わらず攻めれるので、それが左のパンチを払っていく朝倉。ただそれにもチャンピオン返していく。そしてこの後上になった。肘まず抑えろ。カンナ立ってくぞ。今のタッグポイントシーンは見てきました。チャンピオン浜崎彩香。寝技を全くやる気ないので、寝技になったら手首を取らせない、アームロック系の技はもう一切やらせません。徹底して手首は切ってきます。はい。カンナ手首を取らすな。手首を持たせるの。アームロック、ディフェンスがねやっぱりねすごい練習してたと思うんで、うまいところ取らせてくれなかったですね。冬ワンか。ただ腕をすぎてると思う。柔らかいですね。そして持ち上げる。いや見事な攻防。さあ上になった。そして今度は片足タックル。攻めていくのは朝倉環奈チャレンジャー。ここからがうまいですからね。お互いこれはいけますよ。お互い。朝倉の首に巻きつけていますがテイクダウン。さあプレッシャーを上からかけるのは朝倉環奈。ラスト50秒でタックルいって、タックルを取れても浜崎選手は立ってきますけども、その瞬間パンチを何発か当てることによって、ポイントを取りにきます。カンナ強いので押さえといて。コーダー使って首巻きながら。手いきました。腕を取るか。左のパンドを突き刺す。逆に12時の朝倉環奈。ただこのマウントポジション。マウントでパウンドを落としていくが、ここで第2ラウンド終了。相手の言った通りになったの。疲れさせて、で我慢して3ラウンドで頑張ると。前に出てるのは環奈選手。はい。そして食いついていきましたが、テイクダ
やり合いですね。第3ラウンドです。佐々木選手は右の方行かないといけない。ただこれ上に手を上げて右を取りにいっている浜崎彩香。3ラウンド目のアームロックやばかった。あれはどうだった？いや、あれは立ってたから大丈夫だったんですよ。この形での腕ひしぎ十字架出たブラウンド左出る左出る。ただ依然として狙いを入れてまだ強いにしてますね。戦略浜崎の戦略がラウンドかを入れた止めましたスタンド。そしてタイがもう一回いけ。おいおいラスト10。さあ残り時間はわずか前を突進していくチャンピオン。ここは押し付けていく。やっとここで最後すごい5分3ラウンド戦い抜きました。1人目チャンピオンです浜崎。2人目は朝倉環奈。割れた運命の一瞬。赤浜崎浜崎彩香ライジンのスーパーバトルタイトルマッチ。全然差はないよ。そこ負けないですけど。あれ3ラウンドでいや、うちらでもちょっとうまくやればよかった。大したもんまたお願いします。もう想像してる通りになったんですけども、俺は判定で 2-1 で勝つつもりだったんですよ。だから1人上がってこう来た時にこれはいけるかなと思ったんですけども、ちょっと1ラウンドの初めの2分半までがやられすぎたかなと思ったんで、そこだけですね。2年ちょっと前に対戦してから、まあ、正直あまり変わってないかな。最初は本気で思ってるんだろうなと思ってたんですけど、途中からやっぱり自分を奮い立たせるためにやってくれてたのかなって。リングで一番最初に煽ってごめんねって言ってきたんで、負けちゃいましたけど、ここまでの期間が絶対無駄にはなってないんで、本当そこは浜崎さん感謝したいですね。試合前にちょっと環奈ちゃんを煽るようなことを言ったんですけど、めちゃくちゃ強くなってました。私もそんな長くできる年じゃないんで、次の世代にまた頑張っていってもらって、格闘技を引っ張っていってもらいたいと思ってます。浜崎が伝えたかったものを朝倉選手が受け止めて、浜崎選手も朝倉選手からもらったものがすごくあったと思うので、やっぱりどんどんつないでいかなきゃいけないと思うんです。責任とか覚悟って本当に出てくると思うんですけど、それを浜崎がして、それを朝倉選手も出せて、未来につながったようにすごく感じれて感動しましたね。はい、なんかいろんな思いがありましたね、やっぱ戦ってる中で。今日の試合内容はね、全然だったんで、ハムソヒに負けた時ぐらいまた頑張んなきゃなって思いました。こういうのがダメだね、やめれなくなっちゃうのね。でもさ、いつって決められないで、正直。ありがとうね、マジで。ありがとうございます。すごい顔になっちゃう。大丈夫ね。全然大丈夫。ありがとうございます。おかげで強くなりました。はい。あ、言われました。初めてこんなんなりました。またやろう。また、はい。ベルト応援してください。はい。いやー、なかったです。いやでもここまで楽しかったです。いやマジで。はい。浜崎さんのおかげです。疲れた。やっぱベルトは簡単に取れるもんじゃないんだな。けどやっぱジムの人たちもみんな、荻窪さんとか
岡田さんとか見てても、みんな一回挫折してベルト取ってるんで、自分もまたベルト取りに行きます。自分自身強くなるっていう課題ですよね。だから次もし可能だったら次は本当に勝つぞっていう違いますね。何なんですかね。勝つっていうのがモチベーションなんで。そうですね。それしかないもん、本当に楽しいことが。そんなことないでしょ。まあ犬ぐらいですよ。犬と格闘技で勝つぐらいしかない。ハーレーが手に入ったら大丈夫。置き場がないんですよ。どうしよう。そこなんです置き場問題。ありがとうございます。カナダの話。ありがとうございます。マジでありがとう。はい、ありがとうございます。ついにゴングの時を迎えるライト級国内頂上決戦。表に出せない感情は俺はあるし、関係性は良好じゃないと思うんですよ。久米孝介がファンクラスの王者として地元名古屋に凱旋。決めにしろ、打撃にしろですね、フィニッシュをガンガン狙っていくスタイルが信条にしてますので、正直もうラストスパートだと思っていますので、海外の強い選手たちに挑んでいく上でやっぱり超えていかなきゃいけない日本人としての大きい壁だと思ってますので、ピリピリした試合ですねできるように最後までやりきりたいと思っています。ムービングライトに照らされる黒きシルエット、ディープライト級チャンピオン武田浩二がファンクラスチャンピオンと決闘に向かいます。僕の本来のファイトスタイルっていうのはもうレスリング、組からぶん投げたりテイクダウンしてそこからパウンド打ち込むっていうのが本来のスタイルなんで、形はどうあれ川名選手が勝ったんで、次はファンクラス取ればもう国内統一はできるんじゃないかなと思ってるんで、ファンクラスのチャンピオンと、ディープのチャンピオン、ディープのチャンピオンの方が強いぞってことを証明できればなと思ってます。ただ俺らも選手だから、お前のところの選手パンダ選手弱いんでしょとか言われたらさ、チャチンとくるからさ。ディープはね、なんか昔からちょっとエンタメな部分もあったり、でもね嫌いじゃないんですよ。わかります？一気に加速するこのライト級の戦い、物語。さあどちらが最後笑ってリングの上で外貨を上げるか。久米選手は当てましたね。どちらの選手もね、おっと投げ合いになっていった。さあ今度はお互いにボクシングの展開。さあお互いに打ち合っていきます。拳握っとけよ。宮田代表と話してたんですけど、僕はすごい荒削りな打撃なんですけど、久米選手はそれに比べてすごい綺麗な打撃を打ってくるから、真っ向勝負しても勝てるわけないって話になって、でそれでもう拳のパンチの打ち方、一つ一つここを当てるっていう、そういう一つ一つの細かいところを修正してたっていうのもありますね。リストレート左投げ合っていった。いやお互いに殴り合っている。重たい音が。タックルのフェイントバスですよね。相手が片足になったところで右。ちょっと笑ってるよ。いや久米選手笑ってるよ。いやこれはどうなのか、聞いてるの聞いてないのか。笑っているぞ。久米が笑っている。タフな相手だったので、しっかり自分が当ててる中でも、あえてしっかり前に出てくるっていう、楽しかったんですかね。自然に出て、そういう部分が出てたのかもしれないですね。はい。いや小手だ。武田しっかりとさばきながら拳を振り下ろしていますよね。連打。武田が今連打に入っていく。こういう圧力だな武田選手。いいね。完全にコーナーに押しつぶす形になりました武田です。2ラウンド目終わった時点で僕も宮田先生も負けてると思ってたんです。だからもう最後行くしかないと思って。何か久米孝介のエンジンがさらにかかってきたというような動きです。お互いもう本当に追い込みや。久米がタックルに行きます。それを切っていこうというだけだ。突き放した。しかし右の拳
えたぞ武田。自分がちょっとこう弱気になっちゃってるなと思って、自分に喝入れてやれと思って、でなんか多分自然と吠えてたのかなっていう感じ。いったそれいけるそれいける。行こう汗だけ気をつけて。はい半分頭抜いてそうはい行こう。さあクレスさあ漆黒のヘラクレスしかし久米孝介も立っている。やりけるぞ武田世代交代だからいけ。すいませんでした。やっぱりタフですね。やっぱり。いや勝ちたかったな。やっぱり自分の中ではもうさらに強くなりたいっていう思い、もう年齢的にもう来てますけども、まだそういう思いがあるので。いけるところまで自分は挑戦していきたいという思いはまだ持っています。僕はライジンでトップになりたいです。次の試合でムサイフ選手と徳留選手がやるんですけど、勝った方とやらせてください。ムサイフ選手じゃない、サトシ選手です。ごめんなさい。意識朦朧としてたんでリアルで間違えちゃってやべえと思って久米選手は僕がプロ 1,2 戦目ぐらいの時に知った選手で、めちゃくちゃ強いなと思って、こんな強い選手と試合できるなんてありえないだろうみたいな思ってたんですけど、実際にこうやって実現して、判定ですけど勝つことができて、まさしく世代交代ができたのかなとは思っていますね。結果だけ見たらシュートのチャンピオン、パンクラスのチャンピオンに勝ったっていう結果になってるんで、だからそのディープライト級のベルトの価値は高めることができたのかなっていうのはありますね。すごいタフでした。強かった。本当に。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ライト級グランプリ覇者オリンピック不在の中で壮烈を極めた戦いが続く国内戦線。充実感の期待と希望を背に MMA の世界に飛び込んできた天才柔術家、10勝中9戦が1ラウンド決着という決定力、ホベルト・サトシ・ソウザ。世界を渡り歩いてきたファイターがいよいよライジンに待望の参戦。徳留一輝、ホベルト・サトシ・ソウザ、そして徳留一輝、勝った方が世界に挑むという戦ではありますが、さあいよいよ始まりました。オーソドックススタイル、画面動くホベルト・サトシ・ソウザ、そしてセンターを取ったのは徳留一輝、サウスポースタイルになります。おっと早くもコンビネーションブローから食いついてきました徳留。徳留選手は打撃からの一覧の面の立ち上がりもすごい自分的にはやってきたことが出せて、しっかり打撃出して組みついてっていうのがあったので、それでテイクダウンできたんでよかったんですけど。私知ってるね、絶対彼パンチ来るとその後に抱えるとか投げでやりたいから。倒されても全然大丈夫、もう柔術がやってるから下でも上でもそれで本当に関係ない。みんなが MMA 選手が考えるのは上だけがいい、ね、でももう柔術選手が下いるでも問題ないですね。お互いにグラウンドの状況になりますが、ここで足を巻きつけたのは
三角が本当にめちゃくちゃ得意だと思うんで、それはすごい対策は一応してたんですけど、自分もハーフが得意なんでいけるかなっていう心の隙が出ちゃって隙は逃さなかったですね。めちゃくちゃうまかったです。がっちりと締め上げていきますホベルト・サトシ・ソウザ。ペースが取れるかどうかですけど、レベルが違いすぎるわ。こんなの取られたことないですね。強そうだよね。強いわ。いやまあそこはちょっとゆっくり考えてよ。多分この後もし連絡来てもふざけんなって言われる可能性あるですね。怖いですよ。本当に私試合ベルト取りたい。でもムサヤ君取れないからと武田大臣のベルトいいじゃないか。僕は呼んでくれればやります。もうそれだけです。もうすごい私本当に武田がびっくりした。たくさんパンチやられてもでも進め止まらない心が強いね。その後に2人のライト級のベルトで戦うやる面白いじゃない。横と縦入ったそして三角か1回でチャンスある。私すぐ決まってるできるな。次が、試合で佐藤さんずっと逃げる朝倉で同じで2人で YouTube でばっかりで練習がなかったらもうちょっと最後動けなかったです。こんなもんです。今回のトーナメントは日本の最強を決める16人によるライジン史上最大規模のトーナメント。僕が勝ち進んでいくことが日本の格闘技を広めていくというか盛り上げることに一番つながるのかなっていう。ここで負けてるようじゃ多分話にならなかったので、決めました。早くも対戦が決まりました。石渡選手の隣に座りました。今 C のところに座りました。お預けです。そして本谷選手の隣に座りました。この1回戦8カードになります。